はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年1月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。今回は体験版がある作品が多かったのでご興味ある方はチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにブラックウィンドウ、2022年1月20日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は908人。ド派手で豪快なロボアクション。遠い未来、人類の採掘コロニーである惑星メデューサ42がラクノスと呼ばれるエイリアンの侵略を受け、偶然にも軍用バトルフレームに閉じ込められてしまった10代の主人公ジェームズ・ホーキンスがバトルフレームに搭載された AI ブラックウィンドウと共にエイリアンと戦いながらも行方不明になってしまった父親を探す物語。広大な惑星を舞台に斜め見下ろし視点で展開する本作は、バトルフレームに搭載されたブレードやブラスター、ミサイル、グレネードなどの近接遠距離武器を使ったド派手なアクションと爽快感のある戦闘を楽しめます。シングルプレイと2人でのローカルコープに対応。体験版もありますが日本語未対応でした。ブラックウィンドウは2022年1月20日リリース予定日本語対応の作品です。スタートアップパニック、2022年1月20日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1370人。若きプログラマーが自宅の一室から起業して IT バブルを生き残り、ライバル企業との争いを勝ち抜いて世界的な巨大企業へ成長していく物語。プレイヤーは一人でウェブサービスのプロジェクトや請負での仕事をしながら様々なサービスを開発し、やがては仕事場を大きくして従業員を雇い事業を拡大していきます。限られた資金をうまく活用して時折起こるイベントに注力するのか、従業員のトレーニングに時間とお金を費やすのか、ゲームの進め方はプレイヤー次第。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。スタートアップパニックは2022年1月20日リリース予定日本語対応作品です。ウィンドジャマーズ2、2022年1月20日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は3460人。シンプル操作で爽快なスポーツアクション。1994年にデータイーストからネオジオでリリースされたフライングパワーディスクの続編です。囲まれたコート内でフライングディスクを投げ合い、相手の背後のゴールに決めるゲーム。イメージとしてはエアホッケーをフリスピーでやるような感じです。前作が20年以上も前の作品なので、キャラクター、ゲームシステム、ステージなど新要素が多数追加されています。シングルプレイのほかローカルオンラインでの対戦も可能。シンプルな操作で相手との奥深い駆け引きが楽しめる作品。ウィンドジャマーズ2は2022年1月20日リリース予定日本語対応作品です。エクスペディションズローマ、2022年1月21日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は14040人。予定価格は5850円です。古代ローマを舞台にしたターン制シミュレーション RPG。プレイヤーは政敵との覇権争いで父親を殺され、ローマから脱出せざるを得なくなった若き軍団長となって北アフリカ、ギリシャ、ガリアなどを巡り、5人の仲間と共に様々な困難を乗り越えていきます。本作はプレイヤーの行動や選択に重点を置いた作りになっており、行動次第ではパーティーの中心メンバーが戦線を離脱したりするなど、一つ一つの選択が重大で、その結果広範囲にも及び、プレイヤーが迎えるローマの結末は多数あるマルチエンディングシステム。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。エクスペディションズローマは2022年1月21日リリース予定日本語対応作品です。パピラッチ、2022年1月21日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は1520人。一人称視点のワンちゃんパピラッチゲーム。プレイヤーは写真家となって犬だらけの街ザシュロポリスで生活するたくさんの種類のワンちゃんたちをめでて撫でて撮影する犬愛にあふれたゲームです。ボールを投げて遊んだり撫でたり脅かしたりダンスパーティーしたりして映えるワンちゃんたちを激写して SNS ワンワンネットにアップしましょう。またワンちゃんたちからもこんな写真を撮ってほしいとリクエストされることもあるみたいです。
パピラッチは2022年1月21日リリース予定日本語対応作品です。ニーディガールオーバードーズ。2022年1月21日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は3860人。人気配信者育成アドベンチャー。最強のインターネットエンジェルを目指す承認欲求強めな女の子、超絶才川天使ちゃんとの生活を描くアドベンチャー。プレイヤーは主人公のアメちゃんのピとなって毎日の行動に口を出して人気配信者へと育成していきます。ピって彼氏のことだと思いますが何なのかわかる方は教えてください。リアルでは物静かなアメちゃんはわがままで性格の悪いちょっぴりメンタル弱めな女の子。配信時には性格の良いふりをしてすぐオタクにこびる超絶才川天使ちゃん。そんなアメちゃんとの日常を過ごしつつ配信を行いちょっぴり病んだりお薬決めたりと闇の見え隠れするマルチエンディングのアドベンチャー。ニーディーガールオーバードーズは2022年1月21日リリース予定日本語対応作品です。ハイデンディープ。2022年1月25日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は16,700人。海底研究施設を探索する 2D アクションの SF スリラー。未知の生物や怪しげな異変を検知した研究者グループはこの現象について調べるべくチームを率いて遠征に出発する。しかし681日後彼らとの通信が途絶えてしまう。プレイヤーは消えてしまった先遣隊に何が起きたのかを解明するために地球外生命体の生息する海底研究施設へ4人の研究者からなるチームを率いて向かうといった内容です。最大4人のチームメンバーに指示を出したり直接操作して様々なミッションを達成し廃墟となった施設や洞窟で何が起きたのかを突き止めましょう。以前 Steam のゲームフェスで体験版を遊びましたがかなり難しかったです。ハイデンディープは2022年1月25日リリース予定日本語対応作品です。レバリーナイツタクティクス。2022年1月26日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は1350人。ファンタジー世界を舞台にしたシミュレーション RPG。テーブルトーク RPG にインスパイアされたファンタジー世界を舞台に大陸全土を恐怖に貶めたゴブリンの脅威と戦いながら大昔に失われたエルフの都市エノリアを見つけ愛する者を救うため旅に出る物語。ゲームシステムは戦略性を重視したマス目移動のターン制シミュレーションでクエストを通したプレイヤーの行動によりストーリーが変化していきます。それぞれに独自の能力やスキルを持ったヒーローたちを率いて敵を倒して集めた素材で新しいアイテムをクラフトしてキャラクターを強化し物語を進めていくシミュレーション RPG。 プロローグの体験版も日本語で遊べますが評価はいまいちです。レバリーナイツタクティクスは2022年1月26日リリース予定日本語対応作品です。光源大鳥琥珀と時の剣。2022年1月27日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は450人。時間を戻せる高難易度アクション。見知らぬ工場で目を覚ました主人公大鳥琥珀が意志を持つ剣エグゼブレーカーとともに廃墟と化した海上都市高原シティの謎に迫る物語。本作の特徴はエグゼブレーカーの時間逆行能力。琥珀自身に体力といった概念はなく敵に触れたり攻撃に当たれば即死します。ですが最大3秒間の時間逆行能力をうまく使ってステージをクリアしていきます。多彩なアクションとそれを活かせる敵やギミックなどのステージ構成や時間逆行というチート能力を使っても簡単ではない絶妙なゲームバランス。体験版ではワンプレイ30分で2つのステージを遊ぶことができます。アクションが得意な方は時間内にステージクリアできるか挑戦してみてください。私は無理でした。光源大鳥琥珀と時の剣は2022年1月27日リリース予定日本語対応作品です。はい、ここからは日本語未対応作品の紹介です。ロストスカベンジャー。2022年1月16日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は313人。ポストアポカリプスなオープンワールドサバイバル。プレイヤーは空間異常によって30年以上も霧に覆われた異世界に転生してしまい、元の世界に帰る方法を探すため、霧で覆われた未開の地でサバイバル生活を始めるといった物語。
ヘクスマスで区切られたマップを移動し、この世界に点在する残された建物で生活する生存者グループと協力または争い、この世界の謎に迫っていきます。ゲームシステムはレベルやスキルといった要素はなく、死んだら終わりのパーマデスシステム。ランダムで生成される世界での様々なロケーションに変化する天候、疲労、脱水、低体温、病気といったキャラクターの体調管理、そして人間だけではない凶悪なクリーチャーの脅威など、ハードコアなサバイバルを楽しめる作品。ロストスカベンジャーは2022年1月16日リリース予定、日本語未対応の作品です。ブラックスミスレジェンズ、2022年1月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は1880人。鍛冶屋経営シミュレーション。プレイヤーは両親から小さな工房を受け継ぎ、伝説の鍛冶職人を目指す物語。レシピの開発を行いつつも、専門の職人を雇い、より品質の高いアイテムを作成し、次々に舞い込んでくる依頼を受けて様々なものを作成していきます。中にはなかなか手に入らない貴重な素材があるので、作成した武具を冒険者に装備させ探索に派遣する。様々なクエストをクリアして伝説の鍛冶職人となる物語。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ブラックスミスレジェンズは2022年1月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。Nobody Save the World、2022年1月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は4430人。いろんなキャラクターに変身して戦うアクション RPG。無表情な無個性人間ノーバディが世界を救うために個性豊かなロボット、ゴースト、ドラゴンなどに変身して戦っていきます。ノーバディは15種類以上の姿に変身することができ、アビリティは80種類以上とパワフルなカスタマイズが可能です。敵を倒してもノーバディは成長せず、クエストを完了することでレベルアップや新しい変身フォームをアンロックできます。自動生成される様々な環境のダンジョンを状況に合わせて異なる長所と短所を持った変身フォームを使い分け進んでいくユニークな作品です。Nobody Save the World は2022年1月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。アリーナ・オブ・ジ・アリーナ、2022年1月19日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は1030人。位置取り戦術重視のデッキ構築ストラテジー。プレイヤーはアリーナでの生き残りをかけ、剣闘士となって血に飢えた慣習のために戦うデッキ構築のローグライクストラテジー。本作の特徴は攻撃と防御といった従来のデッキビルダーとは異なり、ヘクスマスで構成された位置取りといった要素を加え、地形を利用して優位に立ったり、敵の攻撃を回避したりすることができる戦術性。闘技場での戦闘に勝利することで、新しいカードや報酬がもらえ、カードの強化や消去などを行ってデッキを構築していくといった作品です。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。アリーナ・オブ・ジ・アリーナは2022年1月19日リリース予定、日本語未対応の作品です。ディプロマシー is not an option、 2022年1月26日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は1万300人。物理演算でリアルだけどファンタジーなストラテジー。中世ヨーロッパ風のファンタジー世界を舞台に、都市建築とタワーディフェンスを兼ね備えたリアルタイムストラテジー。プレイヤーは四方八方敵に囲まれた小国の王として、建物を建てて食料を確保、建築資材の収集、戦力を確保、そして1万以上の敵が襲い来る猛攻に対抗するための防衛施設を強化しなければなりません。本作は物理演算を採用し、弓矢や砲弾の飛距離や車線の確保などリアルに描いているものの、魔法での召喚や破壊された墓地からアンデッドが蘇ったりとファンタジー要素もある作品になっています。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ディプロマシー is not an option は2022年1月26日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年1月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。今回は体験版がある作品が多かったので、気になった作品はプレイしてみてください。私のチャンネルでは今後発売の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。
この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。